権威を疑い観察を信じた男ガリレオ・ガリレイ。彼が見たものは世界の常識を静かに崩していくことになる。それでは聞いていきます。ガリレオ・ガリレイ、後に近代科学の父と呼ばれる男だが、その人生の始まりは決して華やかなものではなかった。1564年、イタリア・ピサに生まれる。家は裕福ではなく、音楽家の父は生活に苦労していた。幼いガリレオは金の話が絶えない家の空気を自然と感じ取っていた。父は音楽家でありながら理論家でもあった。ある日、楽器の音を確かめながらこう言う。人はすぐにそういうものだと決めつける。だが本当にそうかは自分で確かめろ。その言葉はガリレオの中に残った。疑うことは間違いではない。むしろそこから全てが始まる。ガリレオは幼い頃からよく見ていた。物が落ちる瞬間、影が伸びていく速さ、夜になれば星の位置を目で追い続けた。ただ眺めるのではない。なぜだろうと考える。その問いが彼の中で消えることはなかった。成長すると父は彼を医者にしようとした。安定した収入が必要だったからだ。ガリレオはピサ大学へ進む。だが講義中、彼の意識は別の場所にあった。人体ではなく振り子の揺れを見ている。講義の声が遠のき、規則的な動きだけが残る。やがて数学の講義を耳にする。数式が黒板に並ぶ。世界が別の言葉で説明されていく。その瞬間、はっきりと分かった。これだ。ガリレオは医学を捨て数学へ進む決意をする。父は強く反対した。だがもう戻ることはできなかった。大学を離れ独学を始める。生活は苦しい。だが観察と考察は止まらない。物を落とす、転がす、時間を計る。同じことを何度も繰り返す。結果が揃うまでやめない。やがてピサ大学で数学を教えることになる。だがそこには別の壁があった。教授たちはアリストテレスの理論を絶対視していた。疑うことは許されない。重いものは軽いものより早く落ちる。誰もがそれを当然としていた。だがガリレオは納得しなかった。本当にそうか。ある日、塔に登る。手に持つのは重さの違う2つの玉。落とす、空気を切る音。次の瞬間、地面に当たる音が重なる。ほとんど同時だった。下にいた者たちが顔を見合わせる。だがその結果は受け入れられない。見間違いだ。条件が違う。そう言って理論の方を守ろうとした。その時、ガリレオは気づく。世界は見た通りに動いている。だが人はそれを見ようとしない。その感覚が彼を孤独にした。生活は相変わらず厳しい。借金、家族の問題、立場の不安定さ。それでも研究をやめる理由にはならなかった。やがてパドバ大学へ移る。空気は一変する。学生たちは前のめりに話を聞く。問いに反応する。議論が生まれる。教室に熱があった。机の上で玉を転がし、角度を変え時間を計る。こう動く。そう言いながら何度も実演する。ここでガリレオは多くの発見を重ねる。振り子の規則性、水の動き、測るという行為そのものの重要さ。だが全てを変えるのは望遠鏡だった。遠くのものを近くに見る装置があると聞く。ガリレオは自分で作り始める。レンズを削る。角度を調整する。何度も歪みが出る。夜になっても作業は続く。ようやく空を覗く。月が見える。だがそれは滑らかな玉ではなかった。光と影の境界がギザギザしている。山があり谷がある。月は完全ではない。その事実が胸に落ちる。次に木星を見る。小さな光が並んでいる。翌日位置が変わっている。さらに次の日また動く。ただの星ではない。回っている。木星の周りを。その瞬間理解する。中心は一つではない。
ガリレオはしばらく動けなかった。見ているものが世界を壊していく。それでも目を離さなかった。観察を続ける。太陽の黒点、金星の満ち欠け、すべてが同じ方向を指していた。だがその事実は歓迎されない。教会は宇宙の中心は地球だと教えていた。それは揺らしてはいけない前提だった。ガリレオの観測はその前提を崩す。黙るべきか、伝えるべきか、考える。だが結論は変わらない。見たものをそのまま語る。正解の報告を書く。観測した事実を並べる。余計な飾りはない。本は広がる。驚きが広がる。だが同時に疑いも広がる。教会の中で名前が上がる。この男は危険だ。それでも止まらない。観察する。書く。伝える。やがて警告が届く。地動説を支持するな。紙の上の一文。だがその重さは明らかだった。家族の顔が浮かぶ。弟子たちの未来も浮かぶ。それでも考えは変わらない。真実は変えられない。ガリレオは再び筆を取る。世界の動きを言葉と数で残そうとする。それは静かな対立の始まりだった。真実と権威、観察と信仰、科学と教会。彼の人生はこの先その教会に立ち続けることになる。望遠鏡が見せたのはこれまで信じられてきた世界とは違う現実でした。その事実はやがて教会との対立へとつながっていきます。ここからガリレオの戦いが始まります。では続きをどうぞ。警告を受けてもガリレオの思考は止まらなかった。観察した事実は頭の中で静かに形を保ち続けた。それを否定することは自分を否定することだった。だが教会の影は確実に近づいていた。ガリレオは慎重に言葉を選ぶようになる。だが沈黙はできなかった。真実を語らないことは彼には耐えられなかった。見たものを見たままに、その姿勢だけが彼の支えだった。やがてローマから正式な呼び出しが届く。地動説をめぐる審問。ガリレオは静かに覚悟を決めた。逃げるという選択肢は最初からなかった。ローマへ向かう道中、ガリレオは空を見上げた。星はいつも通りそこにあった。動き続けていた。人間の議論とは無関係に審問が始まる。教会の高官たちが並ぶ。その視線は冷たく重かった。地動説を支持したのか。その問いは避けられなかった。ガリレオは答える。私は見たものを書いただけです。その言葉は静かだった。だが揺るぎなかった。教会は彼の観測を認めなかった。望遠鏡の信頼性を疑い、観察よりも教義を優先した。ガリレオは深い孤独を感じた。審問は続いた。圧力は強まった。地動説を撤回せよ。その要求は日に日に重くなる。ガリレオは悩んだ。真実を守るか、家族を守るか、弟子たちを守るか、自分の命を守るか。やがて決断の時が来る。ガリレオは地動説の指示を撤回した。その瞬間、胸の奥で何かが崩れた。だが彼は生き残った。生きてまだ書ける。裁判は終わった。だが自由は戻らなかった。ガリレオは自宅軟禁となる。外へ出ることは許されなかった。訪問者も制限された。だが彼は机に向かった。観察はできない。望遠鏡も使えない。それでも思考は自由だった。ガリレオは運動の法則を考え始める。物体がどう動くのか、力がどう働くのか。観察できなくても頭の中で実験はできた。彼は数学で世界を描こうとした。数式の中に自然の動きを閉じ込めようとした。それは
彼に残された最後の自由だった。新科学対話の構想が生まれる。観察と数学を組み合わせた新しい物理学。ガリレオは静かに書き続けた。外の世界は遠かった。だが思考の世界は広がっていた。軟禁の生活は単調だった。朝が来て夜が来る。同じ部屋、同じ机。だがガリレオは諦めなかった。目が悪くなり始める。文字がにじむ。光が痛い。それでも書く手は止まらなかった。弟子たちが訪ねてくる。彼らはガリレオの言葉を必死に書き留めた。ガリレオは語る。世界は数学の言葉で書かれている。その信念は揺らがなかった。やがて視力がほとんど失われる。世界が暗くなる。だが頭の中の世界は消えなかった。思考は光を必要としなかった。新科学対話が完成する。ガリレオの晩年の結晶、運動の法則がそこに書かれていた。ガリレオは静かに満足した。これでいい、そう思えた。外の世界は彼を忘れようとしていた。だが彼は世界を変えていた。その変化は誰にも見えない場所で続いていた。軟禁生活は続いた。季節が巡る。風の音が変わる。光の角度が変わる。ガリレオはその変化を静かに感じていた。彼はもう望遠鏡を覗けなかった。だが星の動きは頭の中にあった。木星の衛星も金星の満ち欠けも太陽の黒点も、観察したすべてが記憶の中で動いていた。晩年ガリレオはよく語った。私はただ見たものを語っただけだ。1642年、ガリレオは静かに息を引き取る。最後の瞬間まで思考は止まらなかった。彼の死は静かだった。だがその静けさの奥にあったものは消えない。ページを開く。言葉がある。そこに世界の動きが残っている。空を見上げる。星はあの頃と同じように動き続けている。教会の圧力に耐えながらの生涯。でも信念となぜなのか問い続けていた。その問いは今も世界を動かし続けている。また次回の主役でお会いしましょう。